東京の赤坂への道に紀の国坂という坂道がある。これは紀伊の国の坂という意である。なぜそれが紀伊の国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことである。この坂の一方の側には昔からの深い極めて広い堀があって、それに沿って高い緑の塀が高く立ち、その上が庭地になっている。道の他の側には皇居の長い広大な塀が長く続いている。街灯、人力車の時代以前にあっては、その辺は夜暗くなると非常に寂しかった。ために、遅く通る徒歩者は日没後に一人でこの紀の国坂を登るよりは、むしろ幾マイルも回り道をしたものである。これは皆、その辺をよく歩いたムジナのためである。ムジナを見た最後の人は、約30年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。当人の語った話というのは、こうである。この商人がある晩遅く紀の国坂を急いで登っていくと、ただ一人堀の縁にかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足をとどめ、自分の力に及ぶだけの助力、もしくは医者を与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりもきれいであったし、それから髪は両家の若い娘のそれのように結ばれていた。お女中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば、喜んでお助け申しましょう。実際、男は自分の言った通りのことをするつもりであった。なんとなれば、この人は非常に親切な人であったから。しかし、女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って、商人に顔を隠して、お女中、とできる限り優しく、商人は再び言った。どうぞ、どうぞ私の言葉を聞いてください。ここは、夜若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申すから、お泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるのか、それを言ってください。おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そして、その袖の後ろでうめき結び続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き立てた。お女中、お女中、お女中、私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでいいから。お女中、お女中。すると、そのお女中なる者は向き返った。そして、その袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると、目も鼻も口もない。キャッと声を上げて商人は逃げ出した。一目散に紀の国坂を駆け上った。自分の前はすべて真っ暗で何もない空虚であった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひたすら走り続けた挙句、ようようはるか遠くに、蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方に向かって行った。それは道端に屋台を下ろしていた売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎないことが分かった。しかし、どんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には、結構であった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。はあ、ああ、ああ。これ、これ、と、蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これ、どうしたんだ？誰かにやられたのか？いや、誰にもやられたのではない。と、相手は息を切らしながら言った。ただ、ああ、ああ。ただ、
脅かされたのかと、そば売りはすげなく問うた。泥棒にか泥棒ではない。泥棒ではない。と、おじけた男は、あえぎながら言った。私は見たのだ。女を見たのだ。堀の淵で、その女が私に見せたのだ。ああ、何を見せたって、そりゃ言えない。その見せたものは、こんなものだったかと、蕎麦屋は自分の顔を撫でながら言った。それとともに、蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に、灯火は消えてしまった。